アガサ・クリスティの小説 ABC 殺人事件をご存知だろうか。アルファベットの順番通りに殺人が行われていくミステリーだが、現実世界でそれによく似た事件が起きていたとしたら、アルファベットマーダースと呼ばれるこの事件、果たしてその真相とは。はい、どうも、おめざめのけんちゃんです。こんばんは、土屋太鳳です。いや、始球式にするよ、お前。はい、というわけでね、今回は未解決事件シリーズ。なんか久しぶりな気がするわよ。というわけでね、本日はアガサ・クリスティの ABC 殺人事件というね、有名なね小説があるんですけど、そのね話がね、このね現実世界で起こってしまったっていう風に言われているかもしれねえやつを紹介していきたいと思いますよ。全てがアルファベットでつながれた連続殺人事件、果たして犯人の真の目的とは。第一の被害者。1971年11月16日、ニューヨーク州ロチェスターで祖父母と共に暮らす10歳の少女カーメン・コロンが行方不明になったんです。近所の薬局で買い物をしたのを最後に足取りが途絶えていたのですが、それから2日後、思いもよらぬ形でカーメン・コロンは見つかりました。行方不明になった地点から12マイルほど離れたチャーチビルというのどかな村の水路の中で遺体となって発見されたんです。警察の調べではカーメンは暴行を受け、素手で息の根を止められていたんです。第2の被害者。それから17ヶ月後の1973年4月2日、やはり第1の被害者と同様にニューヨーク州ロチェスターで11歳の少女ワンダ・ウィルコウィッツが行方不明になったんです。近所のスーパーマーケットで買い物をしたのを最後に、やはり足取りが途絶えていたそうなんです。警察による懸命の捜索活動も虚しく、その翌日ワンダ・ウィルコウィッツは7マイルほど離れた小さな町ウェブスターで遺体となって発見されるんです。ワンダの遺体もカーメン・コロンの事件の時と同様に暴行を受け、ベルト状のもので息の根を止められていたんです。警察はこの2つの酷似した手口から同一犯の可能性を探り、捜査を進めます。しかし事件は三度起きてしまうんです。第3の被害者。ワンダの事件発生から8ヶ月後の1973年11月26日、またしてもロチェスターで11歳の少女ミシェル・マーエンツァが行方不明になったんです。全員引っ越せ。ミシェル・マーエンツァはピザ屋で目撃されたのを最後に足取りが途絶えていたそうなんです。そして2日後、ミシェルの遺体は15マイルほど離れたマセドンで発見されました。ミシェルもまたこれまでの事件同様にして息の根を止められてしまったんです。これら3つの事件を捜査していた一人の警察官はあることに気がつきました。皆さんはもうお気づきでしょうか。なんと被害者の生と名の頭文字、さらに遺体の放置場所が全て同じ頭文字だったんです。これによりこの事件の犯人をザ・アルファベット・マーダラーと呼ぶようになったんです。また被害者にはこの他にもいくつか共通点がありました。それはいずれも同じ年頃のカトリック信者で、家は貧しく学校での問題を抱えていたというんです。そのためこの連続殺人事件の犯人は家庭の事情を知り得たもの、例えば福祉や学校の関係者による犯行ではないかと疑われたんですが、その真偽は不明のままなんです。これまで何百人という容疑者が尋問されてきたにもかかわらず、この事件は未だに解決していないんです。ってことはさ、私ヤミヤミコでワイワイじゃない、私代々木で殺されるのねえ。代々木公園、代々木八幡、代々木上原、代々木で縛るね。真犯人。これまで起きた3つの事件、カーメン・コロンの C、ワンダ・ウィルコッツの W、ミシェル・マウェンツァの Mと、いずれもアルファベットにちなんだ殺人事件を犯した犯人は一体何者なのでしょうか。警察は総力を挙げて容疑者を調べ上げます。その中でも有力だとして挙げられたのは小学校のカウンセラーをしていた男性だったんですが、残念ながらこのカウンセラーにはアリバイがあったんです。また別の容疑者もいたんですが、最後の事件から6週間後に自殺、後に DNA プロファイリングにより犯人であることを否定されたんです。真犯人を特定できないまま、その後も警察は何百人もの容疑者を尋問したんですが、依然として決定的な証拠も見つからなかったんです。さらに尋問した容疑者の中には有名な殺人鬼ケネス・ビアンキの名前もあったそうです。誰だそれとお思いの方のために、ここでケネス・ビアンキについて簡単にご紹介いたしましょう。ケネス・ビアンキは1951年ニューヨーク州ロチェスターで生まれました。生まれて間もなく娼婦だった母親はケネスを養子に出してしまいます。シリアルキラーの多くはこうして父親が不明のまま生まれ育ったと言われています。
そんなケネスを育てた義母はケネスのことを衝動的な嘘つきと称していたんです。育ての親をもってしても嘘つきと呼ばれてしまうケネスなんですが、その持ち前の妄想力は高い IQ によるものだとも言われているんです。その後警察官を目指すんですが、すぐに挫折。この頃からケネスは悪事を働くようになり、ニューヨークにはいられなくなったケネスは追われるようにロサンゼルスへと飛んだんです。ロサンゼルスではいとこのアンジェロ・ブオーノという男と共に過ごすんですが、そのことでケネスの人生は大きく動き出すんです。なんとケネスは1977年から1978年にかけてアンジェロと共謀して12歳から28歳の10人もの女性を殺戮していくんです。こうして2人は全米を震え上がらせる恐ろしい連続殺人鬼となっていったんです。さらにケネスとアンジェロは殺めるだけにとどまらず、その遺体をロサンゼルスの丘にのまま、しかもみだらなポーズをさせて遺棄するという、まさに鬼畜全開の所業を繰り返していったんです。やべえな。いつの頃からかヒルサイドストラングラー、丘陵地帯の考察魔と呼ばれるようになった2人も様々な遺留品から逮捕されてしまったんです。通り名が中二病。ここで話を戻しましょう。そんな極悪野郎のケネスがこのアルファベット殺人事件の容疑者として取り調べを受けていたんです。ケネスはではなかったとのことで、容疑者リストから外されることになったんです。こうして容疑者が不明のまま事件は迷宮入りしてしまうんです。このまま事件は未解決のまま終わってしまうのでしょうか。しかし事件発生から40年の時を経て新たな容疑者が急浮上します。その容疑者とはジョセフ・ナソ。年齢は78歳。アルファベット殺人事件が起きた1970年代には現場となったニューヨーク・ロチェスターに住んでいたことも判明したこのジョセフなんですが、なぜ彼は突如容疑者として浮上したのでしょうか。78歳が疑われたの？なんで40年もかかってじいちゃんが疑われんのよ。なんで？まあ未解決ですからね。最有力容疑者ジョセフ・ナソ。最初の事件が発生してからちょうど40年経った2011年4月11日、カリフォルニア州で4人もの女性を続けざまに殺害した男が逮捕されるんです。その男の名前がジョセフ・ナソ。ニューヨークとカリフォルニアを拠点としていたカメラマンなんです。ジョセフ・ナソは娼婦をしていた4人の女性を殺害した容疑で逮捕されるんですが、40年前のアルファベット殺人事件にも関与していたのではとあることがきっかけで疑いの目が向けられるようになったんです。ではなぜジョセフ・ナソが40年も前の事件の有力容疑者とされたのでしょうか。その答えは当時ジョセフ・ナソが犯した連続殺人の被害者たちに理由があったんです。ジョセフ・ナソが犯した4件の連続殺人事件、その被害者の名前がこちら。ロクサーヌ・ロガッシュ、カーメン・コロン、パメラ・パーソンズ、トレイシー・トフォヤ。もうお分かりいただけたでしょうか。なんと40年前のアルファベット殺人事件同様に被害者の姓と名前のイニシャルが同じだったんです。しかも被害者の一人であるカーメン・コロンはなんと1973年に発生したアルファベット殺人事件の第一被害者であるカーメン・コロンと同姓同名だったんです。いやー、偶然にしてもすごすぎますよね。これにより警察はジョセフ・ナソを徹底的にマークしていくんです。しかしながらジョセフ・ナソもまたケネス・ビアンキと同様にではなかったんです。さらに遺体が発見された場所のイニシャルもアルファベット殺人事件とは違いバラバラだったんです。またニューヨークとカリフォルニアの事件の関連性はかなり高いと思われていたんですが、1970年代に遺留品から採取された DNA サンプルとジョセフの DNA は一致しなかったんです。そういった理由からもロチェスターの事件とは無関係と判断されたんです。その後2013年6月18日、ジョセフ・ナソは4人の犠牲者の殺害で裁判にかけられ、2013年8月20日にマリン郡で行われた裁判により有罪判決を受け、2013年11月22日死刑を宣告されたんです。こうしてアルファベット殺人事件の容疑者も不明のまま未解決事件として世間から忘れ去られてしまったんです。ところでロチェスターの連続殺人犯のアルファベットマーダースがイニシャルを統一した目的は何だったのでしょうか。あるものは CWM の並びには Come with me、 つまり一緒に来ないかという意味があったと言っているんです。いやー、まあこじつけっぽいっすよね。まあこんなね説が横行するほどこの事件は未だに闇に包まれたままなんです。チャンネル登録と高評価よろしくね。